おはようございます。たかしです。本日は10月3日火曜日、ただいま9時44分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきます。前半はポンド円、後半はドル円となっております。最初にお知らせです。YouTube のメンバーシップがリニューアルいたしました。今までよりさらにお得になったプランをご用意してます。詳細は概要欄をご覧ください。ではポンド円の日足からですが、現在日足は横の動きですよね。このトレンドラインを抜けてからというものをずっと横向きの動きをしております。若干上がったり下がったり、昨日は下落方向への力が強かったんですが、日足単位で見るともみ合いの中にあることがわかります。今は GMMA の青帯で上値を抑えられて、そこからの下落方向に動きやすい、そんな試合。つまり上値は重いんですが、ただ現在地付近っていうのはかなり底堅い動きをしてますよね。ですので現在地181円付近っていうのが底堅いのがわかります。ただし GMMA の青帯で上値を抑えられてますので、その値幅ですね、昨日の高値、昨日の安値っていうところでの今はレンジと考えておくのがいいのかなと。過去の動きを見ていてもそのあたりで今のところずっと揉み合っているのがわかりますよね。なのでまだしばらくここでの揉み合いが続く可能性は考えておきたい。イメージとしてはこの緑矢印ですね、横の動きがまだ継続するかもというところ。大枠ではもう少し大きな値幅でのレンジを考えております。安値っていうのはこのラインですね、178.5 ぐらい。ただヒゲ先までが結構長いので、そこまで下落するのであれば 176.5 ぐらいまでの下落は考えておきたいんですが、一旦は 187.5 と、そしてこの高値ですね、184円付近というところでの大枠でのレンジの中で、さらに今は小さなレンジを作っているという、そんな感じです。ストキャスティクスは今安値圏付近にずっと張り付いてますよね。ちょっと上昇したら下がってっていうのを繰り返しておりますので、基本的には上値は重いんですが、それでも底堅い動きをしてかなり難しいのがわかります。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほど言ってました昨日の高値、安値っていうところを意識しておきたいと考えると、この矢印ですね、昨日の高値ぐらいまで上昇してくればそこからの下落、そして昨日の安値っていうのは過去すでに2回止められているポイントでもありますので、そのあたりからの反発上昇っていうところを見ておきたいですね。4時間足ストキャスティクスは安値圏に入ってきておりますので、いつ反発してもおかしくないところ、そして GMMA の青帯っていうのは一応下向きですので下落優位ではあります。ただし直近の上昇を見てもわかるように、現在地付近っていうのは底堅いのがわかりますので、ここからもう一度上昇していくのであれば、昨日高値ぐらいまで上昇していく可能性は考えておきたいです。基本的には売り圧力の方が強いとは思いますが、それでも現在は安値圏にありますので、ここから売っていくのは優位性がありませんね。戻り売りをするのであれば、しっかりと上がったところからの次の下落の流れを見ておく。ただし今はレンジと考えておりますので、現在地付近は反発するところ。ただ現在地を明確に下抜けてくるとかなり大きく下落していくと思いますので、その辺は期待が持てそうです。では1時間足です。1時間足も基本的には4時間足と考え方は同じです。現在はレンジと考えておりますので、昨日の高値、安値っていうところを意識しておく。現在は昨日の安値付近にありますので、ここからは反発の上昇を考えておきたいんですが、もうちょっと深掘る可能性もありますので、180.6 ぐらいまでの下落は視野に入れておいた方がいいと思います。ただし先ほど言いましたように 180.6 付近を明確に下抜けてくると大きく下落していく可能性がありますので、そこを大きく下抜けられるかどうかっていうところに注目。逆に言えばそこを下抜けられない現在地付近で底固めをするのであれば、再び昨日高値を目指して上昇していくと思いますので、その辺を見ておくのがいいですね。現在地は過去に意識されてきたポイントですので、ここから上昇する可能性はあるんですが、ここを下抜けると大きく下落していきます。では次はドル円です。ドル円現在かなり高値圏にあるのがわかります。過去のこの去年の高値ですね、2022年の高値付近にもうすでに来ておりますので、そろそろ天井付近かなというところ。ただこのオレンジの平行チャンネルを引いてますが、平行チャンネル上限までもう少し距離がありますので、現在地から上昇してくれば151円台ぐらいまでは上昇する可能性がありますが、ストキャスティクスはもうすでに高値圏にありますので、基本的な動きとしてはストキャスティクスの過熱感を解消してからの次の上昇の流れ、こんなイメージですよね。一度この過熱感を解消しに下落してからの次の上昇の流れについていきたいんですが、現在は上昇の最終局面にありますので、このままスルスルと上昇していく可能性があります。
イメージとしては緑の矢印みたいな現在地付近でもう少し揉み合ってからの上昇、その間にストキャスティクスの過熱感を解消しに動くという風に考えたいんですが、今そういう分かりやすい動きはしてくれないかもしれませんので、昨日の動きなんかを見ていてもかなり分かりにくいんですね。ただ日足では昨日は一応陽線ということですので、今上昇はしてきているということですね。ですのでこのままチャンネル上限を目指して上昇するのか、現在地付近でもう少し揉み合ってストキャスティクスの過熱感を解消してから上昇していくのかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。先ほど日足で言っていたオレンジの平行チャンネルの上限がこちらですね。ですので現在はそれとは別に4時間足の中では赤の平行チャンネル、こんな感じで過去からずっと意識されているこの赤の平行チャンネルの中で動いております。4時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、一旦の調整を待ちたいですね。なのでイメージとして理想的なのがこの緑の矢印です。ここまで下げてくるかどうかはわかりませんが、一旦調整の下落をしてくる。そしてストキャスティクスの過熱感を解消してから次の上昇への流れというところを見ておけるといいのかもしれません。ただそういった分かりやすい動きを今してくるとは考えにくい。昨日の動きを見てましてもかなり分かりにくい動き。昨日ほぼほぼ動いてませんよね。高値更新はしたんですが、そこからの勢いもなく、下げることもできずに上げることもできないという分かりにくい状態にありますので、こういう緑の矢印みたいな綺麗な押しを作ってくれるとは考えにくいんですが、イメージとしてはそんなイメージを持っておきたい。そして今は赤の平行チャンネルの上限付近にありますので、ここからの下落、そして下落してストキャスティクスの過熱感を解消してからの次の上昇っていうのを考えておきたいので、 GMMA ぐらいまでの下落は見ておきたいですね。現在地から垂直に下落した場合は 149.3 付近になりますので、そのあたりまでの押しは視野に入れておきたいんですが、直近の高値も超えてきてますので、現在地付近で本日長い時間揉み合ったのであれば、そこからの上抜けっていうところも考えておきたいです。では1時間足です。昨日の1時間足見ていても分かりますが、かなり分かりにくい動きをしているんですね。かなり下髭が出ているんです。ですので上昇したいというのは分かるんですけれども、その割にはかなり上値が重いのでなかなか上げられない。こういう相場でトレードする場合はしっかりと引きつける、この下がったところからの次の上昇の流れに乗っていかないと、中途半端なところでエントリーしてしまうと何度も下を攻めようとしてますので、そういう難しい相場にあるんだっていうことを分かってトレードする必要があります。基本的にはこの直近の高値 149.7 付近を明確に上抜けてますので、上昇しやすい試合ではあるんですが、やはり4時間足とか日足の調整の下落がいつ入ってもおかしくないとは思いますので、今1時間足の GMMA の青帯で一応サポートされつつ上昇しようとはしてますが、この上昇なかなかできないようですと、一度深めの押しをつけに行く可能性、4時間足のその押しをつけに行く可能性ですね。そうすると結構下落する、このあたりですね、149.2 ぐらいまでは下落していく可能性がありますので、その辺は注意です。深めの押しを作れば、それで4時間足のストキャスティクスの過熱感を解消して次の上昇に迎えるとは思いますが、現在は押しをつけずにこのままスルスルと上昇していく可能性がありますので、もしそういう動きをした時は一旦様子見の方がいいと思います。もちろん買い足でその上昇についていくこともできるんですけれども、今はいつ上位足の調整下落に入ってもおかしくないところですので、上がったから買っていくのではなくって、もう上昇の最終局面にありますので、押しをつければ買っていく。ただし押しをつけずに上昇する場合は様子見が安全です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。